皆さんこんにちは。西横県の苔見沢です。今日は高野の万年草の上手な育て方、増やし方についてお伝えをしていければと思っています。高野の万年草は非常に綺麗な苔として、苔テラリウムとかですね、苔マニア、苔愛好家の方にはとても人気の苔なんですけれども、こういった苔ですね。育てるのが難しいというふうにですね、よく相談されることがありますし、皆さんも高野の万年草と聞いて、ちょっと育てるのが難しいというね、イメージを持たれている方も多いんじゃないかなと思います。ただですね、高野の万年草は生態、育て方を知っていれば、そんなに難しくなく上手に育てることができる苔です。育てるの難しくて自分に上手に育てられるかなと思っているような方にとってはですね、ぜひこの動画を見ていただいて、正しい育て方を知っていただいて、苔テラリウムに高野の万年草を使っていただいて、ぜひその生態を楽しんでいただければと思います。私なんですけれども、苔農家であり苔作家としてこういった苔テラリウムの作品を作ったりとか、高野の万年草の栽培も行っておりまして、栽培した高野の万年草を販売しています。今ではなんとか安定して育てることができてまして、そういった栽培してきた中ですとか、苔テラリウムの作品を作ってきた中で、高野の万年草の育て方、生態とかをですね、学びました。で、学んできた中で、こういう風にしたら上手に育てられるよというところはお伝えできるかなと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。高野の万年草と聞いてですね、やっぱり難しい、育てるのが難しいというイメージがあったりとか、あとはね、暑さに弱くて、ちょっとその夏のシーズン上手に過ごせるかなとかですね、そういったことを心配される方が多いんじゃないかなと思います。私が育てているのは、愛媛県温暖な地域で高野の万年草の栽培をしています。もう夏場は平気で30度を超えるような場所で、高野の万年草を育てています。それでも上手に育てることができています。で、こういった暑いところでも、皆さんにもですね、上手に育てられるようなアドバイス、コツというのをお伝えしていければと思います。まず高野の万年草をですね、上手に育てたいと思った時に、高野の万年草苔としての特徴ですとか、基本的な生態を知っておくと随分育てやすくなるんじゃないかなと思いますので、そういったところをまずお伝えしていきます。こちらが高野の万年草になりますけれども、高野の万年草というのは日本国内苔の中では最大の苔として、知られています。こういう風にですね、株単位で見るとこういう形です。この上にシュッと伸びていて、で上部がこう湾曲しているというような状態ですね。でこう細かい枝葉が伸びていて、非常に美しい苔として知られています。でこちらの株なんですけれども、これも高野の万年草の株なんですが、上にこうピュピュッと伸びていて横に伸びています。でこれどういう状態かというとですね、もともとこの株は親株だったんですけれども、それが何かの拍子でこう倒れてですね、こうなってしまって、でこれが一時系として機能しているという状態で、この上に伸びていくこう新しい新芽が出ているような、そういう状態ですね。こう地下系という風な言われ方もしますけれども、この一次系が横に這いながら上に伸びていく二次系を伸ばして、こういう風に枝葉をつけながら増えていくというような苔です。で高野の万年草というですね、この珍しいなかなか変わった名前なんですけれども、大きさがとても大きいので一般的な草として思われがちで、これが苔だということを知らない方は、これが苔なのというですね、びっくりされる方が非常に多いです。で高野の万年草という名前がついている苔ですね。高野の万年草という名前の由来なんですけれども、その昔高野山でお札の中にこの高野の万年草を乾燥させたものを封入して、お札の中に入れてですね、魔除けのような形で使われていた、霊草、そういった由来のある苔です。生息する場所なんですけれども、一般的にはですね、山の奥の林の中とかですねの湿った土地の土の上に生えているというふうに言われていますけれども、山奥のこうひんやりしたような場所ですね。愛媛県でも自生ポイントというのがいくつかありまして、私も YouTube でも自生ポイントを尋ねるような動画もありますので、そちらもぜひ見ていただければと思いますが、なかなか一般的な生活圏内に生えているような苔ではなくてですね、とても珍しい苔です。登山道ですとか、本当に秘境のような山奥とかです
ですね。日本の北の方に行くと身近なところに生えているケースもあるのかもしれないんですけれども、日本国内でいうと北は北海道から南九州まで自生していると、分布しているということが言われています。愛媛県ではもう高山帯、山の本当に高い山の中ですね、そういったところに生えていました。どういう風に成長するかというとですね、茎がですね、一次系二次系というふうに分かれています。一次系二次系ですね。で二次系にこういった枝葉をたくさんつけてふわっと広がるように伸びていくと、横にこう一次系を伸ばしながらどんどん上に株をたくさん増やして、でそれが密集してコロニーになって生えているというような状態ですよね。高野万年草の仲間で藤の万年草という苔ですとか不老草という苔があります。でこの見た目は結構非常に似ていたりもするんですけれども、高野万年草ですね、これが一番最大の苔です。今はですね、日本各地で絶滅危惧種に指定されるような自治体も増えています。で非常にこう自生するポイントが減ってきているというふうなことが問題になっています。自然環境の変化で自生ポイントが大水で流されてしまったりというようなこともあるんですけれども、一番はですね、園芸目的の乱獲で自生ポイントが減ってきていると、種がですね減ってきているというふうに言われていて、多くの自治体で絶滅危惧種、保護されるべき植物として指定されることが多い苔の一つです。無許可で自生している苔を取ってきてそれを販売しているというような方もたくさんいらっしゃってですね、無許可でそういった自生ポイントの高野万年草を採取するっていうのは基本的には犯罪行為になりますので、絶対に自然採取した苔をですね、もちろん取ってこないようにしていただくっていうのは当然なんですけれども、安易に購入したりとかしないようにしてください。そのような行動がですね、高野万年草絶滅に追いやってしまう恐れも非常に大きいわけですから、そういったことにはならないように注意していきましょう。私はですね、そういった高野万年草、私も初めて見た時に非常に美しい姿に魅了されまして、この苔をですねぜひ栽培してみたいという思いからですね栽培するに至りました。今ではですね安定して栽培することができていますけれども、そうやってですね、自然環境に負荷をかけないような安心安全な高野万年草というのをご購入していただければと思います。自生ポイントの環境とかから考えるとですね、高野万年草は涼しい場所に自生しているというふうに思われている方がとても多いかと思います。事実、高野万年草が自生できているポイントは冷涼な涼しい場所というのが非常に多いのも事実です。ですけれども、私栽培している土地は愛媛県の南の方なんですが、農場も30度以上超える日々も夏場はですねありますけれども、それでも順調にきれいにですねこのように育ってくれています。なので実際はですね涼しい場所じゃなくてもちゃんと育つんだよということも含めてこの動画でちょっとお伝えしていければなというふうに思っています。じゃあ実際に苔テラリウムで育てる場合にどういうふうに育てていけばいいのかということをまずお伝えしていきます。一番大事なポイントとしてはですね、高野万年草だけに限ったことではないんですが、まずもう容器ですね。この容器がちゃんとその高野万年草が成長するための環境になっているかどうか、もうそこがまず一番のポイントだと思います。でどのような容器が適しているかというとですね、容器の形が大事なんですけれども、これダイソーさんの容器なんですけども、この容器自体はとてもいい容器なんですけれども、高野万年草に限って言うとこういった細長い容器とかは特にあまりお勧めしません。こういった容器だとですね、後ほど言いますけれども徒長しやすかったりします。こちら一番ちっちゃいものというとこちらですかね。これはもう高野万年草を使った苔テラリウムなんですけれども、ここに高野万年草がいますが、これもう1年以上経過しています。で親株がもともと1本あったんですけれども、そこから新しい新芽が出て上に伸びてですね元気に育ってくれています。1、2、3、4本ぐらいですかね。であとはですねこちら、これは以前動画で高野万年草が生える岩ということで岩から直接活着させて岩から生やしています。こんな感じです。続いてこちらはですね、こちらの丸い容器ですね。こちらは高野万年草の活着岩を作るための製作キットを販売しています。でそれで作った高野万年草の活着岩の苔テラリウム見ていただくと分かるんですが、もうちゃんとこうすごくブリブリと枝葉が伸びてきてくれていますよね。先の方がまだまだ伸びる気配がしています。こういった高野万年草の容器ですね。で最後にちょっと大きいものになるんですけれども、これも高野万年草の活着石を
中に入れていますけれども、小山万年草をたくさん使っています。で、よく見ていただくと、この奥の方からですね、新芽がどんどんここに出てきていたり、こうですね、しています。で、枝葉もじゃんじゃん伸びて、まだまだこの伸びてくれる気配がありますよね。この先の方が濃い緑というか、ちょっと明るくなっているんですけれども、これはですね、まだこの葉がこれから成長しますよっていうサインですね。どんどん成長しているような状態の葉の状態です。で、面白いのがですね、こちら。これ、ちょっと色が悪くなってきつつあったんですけれども、こっちに新しい芽が出てですね、こっちの新しい芽が元気になったので、こっちの古い元株ですね、元の株がちょっと色が悪くなってきてたんですが、そこから新芽が、新しい枝が伸びてきて、これは復活しそうな感じのレアケースなんですけれども、そういった状態の小屋の万年草です。容器の形とかですね、容器の機能が小屋の万年草に合っているから、この上手に育てることができているというような状態です。で、私の自宅もそうなんですけれども、これらの作品は常時ですね、今夏場なんですけれども、昼になると当然32度、34度ぐらいまで上がったりしますけれども、全く問題なく育成できています。で、茶色くなることもなく元気に伸びていると。なんならこの自生している本当のその自然の株よりも元気なんじゃないかというぐらい伸びていますけれども、そういった状態で育てられています。これはやっぱり容器のおかげなんですね。じゃあこの容器がですね、他の容器だと何が違うのかというところをまずお伝えします。まずはですね、この蓋にですね、空気の循環が生まれるように、このようにね、隙間ができています。適度な隙間があります。この適度な隙間がまずとても大事ということと、この容器の形がですね、ちょっとこう広いものですね。広いものだと小屋の万年草が伸び伸び育ちやすいと。あとはですね、使ってる土とか含めて、ちょっとまたもう少し深掘りをしていきたいと思います。容器と合わせて大事なのが、この中に使っている土ですね。これは砂なんですけれども、これなんかはもう溶岩の砂ですね。これはですね、ベースソイルを使って、ベースソイルの上に溶岩砂を置いてます。土はですね、コケテラリウムに適している土であれば、基本的には何でもいいのがあるんですけれども、じゃあコケテラリウムに適した土としてどういった土がいいのかというと、土の中に有機物が含まれていないものっていうのがまず大前提になります。なぜ有機物が含まれていないものを使うべきなのかというと、こういった長期間作品を楽しんでいくコケテラリウムの作品としてはですね、中の循環がなく、この閉鎖環境の中で生態系を維持していかないといけませんので、この中に栄養分が含まれている砂なんかを使ってしまうと、一気にその栄養分がカビになってしまったり、藻になってしまったりとかして、コケテラリウムの環境が維持できなくなると。コケテラリウムとしてはそのような考えがあります。なので、基本的には栄養分が含まれていない土を使うべきですけれども、さらに小屋の万年草の適している土として一つ条件を付け加えるとするとですね、適度な水分が保持できて、でかつ容器の中の湿度が高く保たれるような土を使っていく必要があります。じゃあ具体的にはどのような土がいいのかというと、こういった溶岩砂ですね。この富士砂とか、これは川の石、川石ですね。石とか砂がなぜいいのかというと、この水分の保持ができて、かつ石のその表面からですね、この水分が蒸発しやすい。容器の中の湿度を高く保ってくれやすいという働きが石とかですね、富士砂にはあります。小屋の万年草を育てる上ではとてもいい砂かなというふうに思います。あとはこのベースソイルですね。こちら十分に水分を保持してくれて、かつ必要な水分をこう蒸発してくれて、容器内の湿度を保ってくれるので、ベースソイルもおすすめです。小屋の万年草だけで言えばですね、もう砂だけでも全く問題はないです。特に、水分の保持と蒸発してくれやすい素材の砂を使うというのが大前提になってきます。よくですね、うまく育てられないという方の話を聞くと、土をですね、腐葉土みたいなものだったり、栄養が含まれているような土だったりとか、ちょっとちっちゃい容器に赤玉土だけちょっと入れるとかですね、ペットボトルに赤玉土をちょっと入れて、それでこう育てようとされている方もいらっしゃるんですけれども、なかなかそれだと難しいかなと思います。シリンダータイプの試験管のような細いタイプの容器とか、そういったものは結構その徒長しやすいので、おすすめしません。この幅の広いもので丸みのあるようなものとかの方が容器の形としては小屋の万年草は育てやすいです。続きまして置き場所の話をしたいと思います。こういったコケテラリウムの作品を小屋の万年草作っ
った後ですね、どのような場所に置くのがいいのかということで、基本的にはですね、明るすぎず暗すぎずという場所になります。で、明るい日陰っていうふうにですね、よく言われることがあるんですけれども、結局明るい日陰ってどれぐらいの明るさなのという、その場所って結局どういう場所なのというふうにご質問されることが非常に多いです。こういった照度計ぜひちょっと一回使ってみてほしいなと思うんですけれども、照度計の明るさで言うと、だいたい1000ルックスぐらいから4000ルックスぐらいの間がいいかなと思います。じゃあどういった場所がいいのかというとですね、北向きの窓が家の中の置き場所としては最適かなというふうに思います。北向きの窓は太陽の光、直射日光が1日入らない方角なので、1日安定した明るい日陰というのをですね、保ってくれる場所として北向きの窓のそばというのは非常にいいんですが、ちょうどぴったり北向きの窓のあるご自宅もなかなかないと思いますので、ない場合はですね、明るい日陰というのを探していただきたいんですけれども、そういった場合にもう照度計を使って明るさを大体測ってみると。今こちらはですね、日陰の場所で、かつちょっと今時間帯的に夕方のちょっと暗い時間帯なんですけれども、これで大体今のこの明るさで500ルクスぐらいですね。ここに照明があるんですけれども、照明当てても500ルクスぐらいですね。こういったですね、デスク用のライトがありますけれども、LED ライトですね。これだとね、1000円ちょっとぐらいになると思います。でこの LED のこのデスク用のライトとかでも全然大丈夫です。この2000ルクスぐらいいくので、2000ルクスぐらいですね。この場所によってちょっと距離によって照度って変わるんで、これぐらいですよね。1500とか。これぐらいだったらもうバッチリいいと思います。あとは、こういった話もね、全然 OK ありですね。私は普段こちらの植物用のライトをですね、このように使っていますが、大体ですね、このライトの場合は明るさが3段階選べるんですけれども、大体普段一番弱い光にしています。一番弱い光だとどれぐらいの明るさになるのかというと、2000ルクスぐらいになります。基本的にはこの一番弱い状態の明るさで、昼間でもですね、室内で当てていますけれども、これで十分このように綺麗に育ってくれます。で、たまに中ぐらいにして置いておくこともありますけれども、逆に明るすぎるとこの刃先が傷んで茶色くなってきてしまいますので注意が必要です。もしご自宅で明るい日陰という場所が確保できそうにないというような方はですね、こういったデスク用の安い LED ライトを導入していただいてもいいですし、で本格的に育てたいなと思ったらこういった植物用のライトを使ってみていただいてもいいかなと思います。で、照度計があると確実に最適な明るさというのが調べられますので、一つ持っておくといいかもしれません。これもそんなに高くないのでね、1500円ぐらいでありますので、ぜひよかったら買ってみてください。続きまして、温度のお話をしていきましょう。高野の万年草コケテラリウム育てていく上で、温度の話、特に夏場ですね。夏場は涼しい場所に置いてくださいねということを言われることがあるかと思います。コケテラリウム全般的に夏の暑さっていうのは、避けれたら避けた方がリスクは少ないですね。暑いとどういったリスクがあるのかというと、この中が高温になってきてですね、カビが生えやすいというリスクが増えてきます。高野の万年草を育てていく上においては、30度超えた状態がずっと続いていたとしても、こちらの作品全部そうなんですけれども、自宅でも30度超えたような状態でも十分元気に育ってくれていますので、高野の万年草の成長の影響としては30度超えても全く問題ありません。暑くても元気に育ってくれています。実はですね、このカビの対策をちゃんとしていれば、温度はそこまで夏場の温度も気にする必要ないかなと思っています。土をですね、栄養分が含まれていないコケテラリウムに最適な土というのを最初から使っていただければ、夏場も問題なく乗り越えてくれます。あとですね、夏場暑い時にやはりその水分が蒸発しやすい状態にはなりやすいので、夏場はですね、葉の状態を見て毎日霧吹きで水をあげるというようなことをしています。で、こういうふうにしっかり水をあげていくと、割と容器の中もこうビシャビシャになるぐらい、水滴がつくぐらい、私は毎日夏場になると水を霧吹きであげていますけれども、夏場はね、特に葉が乾燥しやすくなってしまうので、葉の水分をあまり乾燥状態にさせないように、こまめに霧吹きで水をあげるということをしています。続いて徒長のお話をしていきます。
徒長というのはですね、本来はこの株が出てきて、この、上に伸びてですね、この、5センチから10センチぐらいのところでこの枝葉を伸ばして、枝をですねきれいに伸ばしてくれるというのが本来の姿なんですけれども、枝が開かずにどんどん茎だけ伸びていってしまって、ひょろ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 っと伸びていく現象が徒長と言います。徒長がなぜ起こるかというと、高野万年草が徒長してしまう原因というのは3つあります。空気が、密閉とかですね、この容器の形形状によって空気が循環しないというのと、香料が足りていないというのと、まず水のあげすぎというですね、この3つの徒長する原因がありますけれども、こういった細長い容器で空気が密閉されてしまうようなこういった蓋ですね、このスポッっていうようなスポッ密閉されてますよね。密閉されているような状態の容器で、かつ縦長い容器とかで育てていくと空気が循環しないので、空気を求めて上に伸びていくっていう現象が起こります。筒状の容器というのはあまり向きません。徒長しやすいです。続いて光量不足ですね。光量不足になると、やはりですね、この光が足りないことによって光を求めて上に伸びようとしてひょろひょろっとしてしまうということがありますので、やはりその適切な明るさの状態で育てていただければと思います。で、最後に水が多すぎるというのもありまして、水をあげすぎても苔っていうのは一般的には徒長すると言われています。で、高野万年草はあんまり水で徒長するっていうことはあんまりないんですけれども、徒長はですね、基本的には空気の循環、容器の形とかですね、蓋が密閉されすぎていて新鮮な空気がいかないという場合に徒長するのと、光量不足が特に2つ、要因としては多いので覚えておいていただければと思います。で、特にですね、こういうふうに新芽がどんどん出てきたタイミングで上に伸びようとするんですね、茎が。そのタイミングの時にしっかりその空気に触れさせてあげる、空気の流れを感じさせてあげるっていうのが、上手に高野万年草を自然の形に、美しい形に育てるポイントになりますので、特に新芽が伸びてくるタイミングの時は皆さん空気の入れ替えですね、気をつけていただければと思います。で、最後によくあるトラブル、カビや菌なんですけれども、藤砂とか溶岩の石とかだとあんまりカビが生えてくるっていうのはそんなにないんですけれども、いろいろな苔を使って作品を作ったりするときですね、カビが生えやすいなというのは傾向としてあります。カビはですね、対策としては作る前にそういったカビの要因をできるだけ除いてあげるということで、きれいなソイル、その有機物の入ってないソイルを使うとかですね、苔をしっかり洗浄して使っていくということが言えます。高野万年草に限らず苔テラリウム全般で言えるんですけれども、そういったカビの生えやすい要因というのをできるだけ取り除くというのが対策としては一番大事かなと思っています。高野万年草特有のカビとしては、こういった感じで元株ですね、新芽を出した後の元の親株というか元株が茶色く変色してしまうことによって、そのまま放置してしまうとそこからカビになってしまうということが結構ありますので、特に高野万年草で見られるカビというのは、クモの巣のような濃い緑のカビが出ることがあります。それは要注意ですね。カビが出たらもうすぐそれ取り除いてあげるのと、ベンレートでシュッシュッと一吹きしてあげることによって初期段階のカビというのは問題なく対処できるかなと思いますので、ベンレートはね一つあるといいかなと思います。あとはですね、藻が出たりすることもありますので、藻が出た時もしっかり藻を取り除いてきれいにしてあげてください。藻をそのままにしておくとそこからカビになったりすることがありますので、そこも注意しておきましょう。続いて高野万年草の増やし方を説明していきたいと思います。高野万年草は自然にこうやって育成していくと新芽をどんどん伸ばしてくれます。ワンシーズンでだいたい倍ぐらいの量になったりすることもあります。これもですね、ワンシーズンで伸びた株なんですけれども、一つの株からもう1,2,3,4本ぐらい出てくれてますので、4株ぐらいですね増えることもあります。自然にこうやって上手に育てれば増えるんですけれども、巻き苔ですね、巻き苔なんかしてあげるといいかなと思います。傷んだ株とかがあったらやってあげて、これは新しい株はそのままちょっと置いといてあげてですね、よいしょ、これ新しい株ですね、これは置いといてあげて、この株ですね、元の親株なんかもまだこの葉がきれいなところですね、はい、こういうちっちゃい葉からも芽が出ますので、これ増やしてあげるといいかなと思います。あとはね、この辺でちょっとパチッと切ってあげると、これ2分割ぐらいしてあげると、ここからも芽が出ますし、こちらからも芽が出ます。あんまり細かく刻みすぎると芽は出るんですが、その後の
成長のスピードがかなり時間がかかるので、1株を巻き苔にするんであれば3分割ぐらいにしてあげるといいかなと思います。巻き苔をして増やしやすいタイミングとしては、春先か秋ですね、巻き苔をしてあげると、そのタイミングで新芽を伸ばしやすいです。暑い時期、めちゃくちゃ暑い時期ですね、とか、めちゃくちゃ寒い時期にやると、ちょっと芽を出すのが遅かったりしますので、ちょっと期間がかかったりします。ただ、タイミングが合えば、その春先とか秋とかですね、涼しいタイミングでやると、案外スッと芽が伸びてくれたりしますので、いいかなと思います。で、移植法といっても株ごと、そのままこう、よそに植え付けてあげるのが、一番綺麗に早く育つので、コケテラリウムを作るときも移植法をしていると言ってもいいんですけれども、これが一番いい育て方かなと思います。コケテラリウムだと大体室内で育てる場合がほとんどだと思うんですけれども、室内だと特に冬場は家の中の気温はある程度一定にあったかい状態をキープしてくれるので、冬場だとコケテラリウム芽が出やすいというのもありますね。で、あとはですね、小屋の万年草を株をめちゃくちゃ元気にさせて、自然の株と同じように、もしくはそれ以上に元気にさせるとめちゃくちゃ元気にブリブリになってくれるんですが、方法もあるんですけれども、ちょっとそれはね、秘密にしておきます。栽培してそれは分かったことなんですが、それはちょっと秘密ということで、西洋コケ園のコケテラリウムの小屋の万年草のキットとかを買っていただくと、秘伝の書じゃないですけれども、マル秘メモというのがですね、中に同封されてますので、苔を買ってくれたりとか、コケテラリウムを先に買っていただければ、マル秘メモをですね、見ることができるかと思いますので、よろしくお願いします。最後まとめます。小屋の万年草の上手な育て方としては、小屋の万年草の生態、どういった風に育っているのかというのをきちんと理解した上で、コケテラリウムを作っていただくとですね、上手な育て方というのが見えてくるよというようなことが一番言いたかったことなんですけれども、容器がまず全てですね、コケテラリウムの中の環境が小屋の万年草に合ってるかどうかということをまず一番に考えてあげると、まず容器が大前提になってきます。こういったちょっと大きめの容器ですとか、丸型の容器ですね、こういった容器がいいかと思います。続いて葉の乾燥に注意してあげて、しっかりね、こういったこの開いた状態っていうのをキープしてあげる。で、みずみずしい状態をキープしてあげるっていうのが大事です。で、容器の中の湿度も高い状態を常に保っておいてあげてください。育てながらよく観察をしてあげて、調子が良さそうであれば、そのままでいいですし、調子が悪そうであれば、何が原因なのかですね。水が足りないのか、光が足りないのか、この中の容器の環境が悪いのか、考えてあげて、それを改善してあげるといいかなと思います。最後にまた改めて繰り返しになりますけれども、小屋の万年草は非常に貴重な苔で、いくつかの自治体で絶滅危惧日種とかですね、要保護生物として指定されている貴重な苔です。そういった苔をですね、自然環境で自生しているポイントを見つけたからといって乱獲したりしないように、そのネットで個人売買されているような出所不明の小屋の万年草の株とかをですね、うっかり買ってしまって、そういった乱獲に加担してしまうようなことがないように気をつけてください。安心安全の栽培された苔を買っていただければと思います。自生している苔を使うとですね、コケテラリウムの維持が難しい状態、カビが生えやすかったりとかしますので、しっかりね、処理されたものを使っていただければと思います。ちょっと長くなりましたけれども、小屋の万年草の育て方、この動画見ていただければですね、今後は小屋の万年草難しいなというふうに思われることなく上手に育てられるかと思いますので、参考になれば幸いです。ではですね、動画最後まで見ていただきましてありがとうございました。ご質問などあれば LINE とかですね、動画のコメントでも結構ですし、気軽にメッセージいただければと思います。ではまた、次の動画でお会いできればと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。